砂ぼっこりいい人に今日も巡り会えております。ありがとうございます。ガンビアジボロ国境です。出国します。2023年6月12日午後3時です。約3週間滞在したガンビアを離れて、これからセネガル南部カサマンス地方に行きます。今日の内容はカサマンス地方ではなくて、その次の国ギニアビサウの旅です。約7日間ぐらいいたのかな。それを一本にまとめました。どこやねんギニアビサウ。この辺り西アフリカのいっぱい国がある中の一つ。面積はだいたい九州と同じぐらいで、人口は200万人です。あれ、ガンビアギニアビサウよりも3分の1くらいの小さな国土なのに人口260万人いたんですよ。なのでいかにギニアビサウがのどかなのかがわかると思います。人口7割が1日2ドル未満300円以下で暮らしている世界最貧国の一つ。どんな暮らしをされているんでしょうか。そんなギニアビサウ行くためにまずはビザの取得が必要なので、セネガル南部最大の町ジガンショールに立ち寄ります。はい、改めましてセネガルカサマンス地方最大の町ジガンショールです。ここで隣国ギニアビサウのビザを安く取れる町なんですね。首都ダカールで取るよりも半額近い値段で取れるみたい。今からこの ATM です。こちらの方で現地通貨を下ろします。これもね、西アフリカならではというか紹介したい部分なんですけど、手数料が高っ。これはドイツのオンラインバンク N26 ってやつ、マスターカードがついてるんで、これでキャッシングします。いくら下ろしますかってやつね、6万5千セーファーってやるとですね、これ3500セーファー手数料乗せますよっていう。高え、しゃあない。たくさん下ろすんやったらまあお得かもしれんな。そんなにお金持ちじゃないっていうので、下ろした金額はだいたい1万5000円ぐらいなんですけど、セネガルダカールの銀行でももうどこもこの手数料変わらないですね。しゃあない。これがもう海外旅行する上での税金みたいなもんだと思ってます。はい。まあだから手数料をね、なるべく抑えたいってなったら、もうユーロか米ドルを現金で持ち歩くのが一番お得ですね。はい、それじゃあギニアビサウ領事館に向かいます。ギニアビサウ領事館が見えてきました。政府機関があるような通りには見えない外観じゃない。あ、今ランチタイム閉まってる。 Hello? Hello, can you hear me? Hey, Hello, do you speak English? where are you? I'm front of the consulate. Okay, wait there, wait there. Oh, yes. 書いてあった。これです。めっちゃ簡単やな。お金渡すだけです。写真とかパスポートコピーとか難しい手続き一切ゼロ。まあステッカーシール貼っただけですけどね。ギニアビサウのビザゲットです。グッバイジガンショール。国境まで10キロぐらいなんですけど、もしかしたら今日は手前でキャンプになると思います。明日ギニアビサウに入ります。翌日、ここはまだセネガルです。いつもね、出国前は現地のお金を使い切るんですが、ギニアビサウのお金はセネガルと同じセーファープランなんですね。これ実は西アフリカ14の国で使える共通通貨で、ヨーロッパのユーロみたいな感じ。便利ですよね。でも SIM カード、これは国ごとに買っていかないとインターネット使えないんですよ。だから国境を渡る前に動画編集やりきって1本アップロードしてたら夕方になりました。そしてセネガル出国前は最後のカフェトゥーバです。
砂糖たっぷりのエスプレッソに胡椒やスパイスが入ったような感じでハマって毎日飲んでました。こういう屋台でもだいたい25円ぐらいで買えるので、セネガルに行く人はぜひ試してみてください。さあセネガルを出国しました。出国審査を終えると次は税関と荷物チェックです。この時はカバンいっぱいにマンゴーが入っていて20個ぐらいかな。でも所詮は自転車で運べる量なんで税金払わなくていいよって言われました。あまりにも大量の果物なんかがあるとお金請求されますので気をつけてください。ここがギニアビサウの国境検問所っぽい。イミグレーションギニアビサウイミグレーションスタンプもらってきます。16 June ギニアビサウ入国です。よし、それじゃあサイクリング国境から一番近い町に向かいます。あー、ほらブランコ、ビアンコ、白人って意味ですね。ギニアビサウの言語は現地語でウォルフ語、フラ語、マンディンカ語など民族ごとに異なった言語があります。公用語としてポルトガル語が採用されていますが、実際はポルトガル語をベースにしたクレオール語が共通言語として広く使われています。フランス語圏に囲まれた位置的な要因からフランス語話者も多いのですが、英語はほぼ通じません。サンドミンゴスです。Hello. Hi. Um, Comment ça va? Yeah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Orange. Sim. Come to the sim. Sim orange. Orange. Okay. Si tu pars ici. こうして気合でフランス語を話すことによって少しずつ上達していくもんです。でも不思議と言ってることはなんとなくわかります。メルシーボク。 Ok, これっぽくない？カルタオシン。お店によって料金が違うんですけど、ここは結構良心的で、 Combien ça coûte? Então conseguir. É, se começou com por 500. 500. OK. 500 francs. 500セーファーだから120円ぐらいでした。ですけどインターネットこれがね、ギニアビサウ結構高くて、もともとウェブサイト見てて分かってたんですけども、予算的に一番少ないプランしか買えませんでした。ともあれ無事に SIM カードの開通ができましたので、これから寝場所探しに行きます。この辺りのルールなんですけど、村長さんに一回挨拶に行くべきだっていう風に注意を受けまして、普段はねキャンプするときはそうやってますが、この町は警察署があるぐらい大きな町なので、まず警察署にキャンプさせてもらえるかどうかを聞きに行きたいと思います。はい、おはようございます。昨日国境を越えまして日没だったので、どこかキャンプできる場所を探した結果ですね、ここは警察署、この入り口の前でキャンプさせてもらいました。ありがとうございます。昨晩警察署で警察官と一緒に夕飯までいただいたんですけど、この辺りの文化だと思います。食事ができたらよそ者だろうと関係なくみんなで一緒に食べる、めちゃくちゃ好きな文化です。ありがとうございました。それじゃあ今日もサイクリングで進んでいきます。 Thank you. Merci beaucoup. 今日日付がですね17 June 6月17日ということで、今朝9時22分です。はい、ブエノスディアス。ブエノスディアススペイン語か、ボンディアポルトガル語。うわ、この目の前の道すごいな。めちゃくちゃオフロードやんか。これがハイウェイなんですけどね、まあさすがや。雨季で激しい雨降ったら水没しそうな道ですね。はい、ça va? Oui. ゼロアクア？はあ、ここで水を補充します。ギニアビサウでの一般的な飲み水は井戸ですが、ほとんどがこの形じゃないんですよね。
穴を30メートルぐらい掘ってそこに水が溜まっていて蓋はなくてロープとバケツがつながっててそれを手で組み上げる形の井戸。でもそれってみんなの手汗とか手垢、あと空気中のゴミとかカスとかそういうのが混入しまくってるわけじゃないですか。できるだけそれは飲みたくないなと思ってて、でもこれならまだそういうところがカバーされてるんで、まあ実際のところ何が入ってるかわからないですけども、衛生的にはまだいい水な方なんじゃないかなと思ってます。Obrigado. Merci beaucoup. Hi. No. Branco is a white man. Yeah, I know. Is it Portuguese? Portuguese, Yeah. yeah. 地元の人に声かけられまして、今彼のムサさんの家に向かっております。Welcome to Ngore. Thank you. Ngore. You are very tired. Yes. Actually, yes. さてムサのお家に着きました。こういう状況でも絶対に自転車のロックはします。でまずはお父さんと兄弟ご挨拶です。ポルトガル語わからないんでフランス語で自己紹介頑張ってます。お父さんは木工職人かな。なんかこの木の臼みたいなやつよくね西アフリカでは見るんですけど、これで唐辛子をペースト作ったりとか果物すりつぶしたりみたいな感じで一家に一台ある感じのメジャーな調理器具ですね。あ、言ってた井戸水が出てきました。もう気にする方が体に毒かもしれません。さらにこの時結構暑いんで水は飲まないと体に悪いっていう風に考えてね、一生懸命体を慣れさせようとしてます。22 meter. 22. Very long. 本音を言うとムサの家の井戸水は美味しかったです。こうやってねロープを汚さないように扱っているところを見ても清潔な水を出そうとしてて甘めの軟水っていう感じでした。家によってね本当に井戸水の味違うっていうのはまた面白いですよね。眠て全然3時半とかやねんけどな。眠たいわ。That one. Thank you. シャワーを借ります。どっちやろこれ。あ、こっちやな。こっちに水置いてるわ。こっちがトイレってこと？あ、ですね。すごいシャワートイレルームでしょう。でもねこうやってだいたい4日に1回ぐらいのペースでシャワーを浴びることができてます。この日は洗濯もやってくれるということで手洗いで大変な仕事なんですけどお言葉に甘えてお願いすることにしました。さあゴーレの街買い物。 You don't have a pierce. You don't have nothing, pierce. You don't have nothing. The coin? Yeah. Maybe 200? 200, yeah, it's good. Take half. Okay, okay. It's good. エヴァンゲリカ・デ・ゴーレチャーチでキリスト教じゃん。お父さんはメスキータ行ったけどな。Can check? Hello. No. 日本の適当さよ。沖縄どんな島なってんのこれ。沖縄かむしろわからんわ。何やこれ。アフリカ大陸です。南米アメリカ大陸。ほらほら。Yeah. Two friends. Yeah. Musa. We go to shop? No, here. Ah, okay. I go to take my mobile. My You are mobile. Yeah. You don't have electricity. Ah, no electricity? Ah, okay. So you live here. You left your phone here. 電気がここにしかないのかな。
ああ、OK。ご覧ください。これが充電屋さんの中です。たくさんのスマホが充電されてますね。値段はだいたい100セーファー25円ぐらいって言ってたんですけど、個数とか時間によって値段は変わるそうです。けど街全体でこんな風に電気がないので、自分が持ってるソーラーパネル、あれなんかもね、盗まれないように気をつけないといけないなと気が引き締まった瞬間です。 You have panel, no? Panel, you have Panel, yes. It's okay. この日いただいた晩ご飯はバギキと呼ばれるもので、ピリ辛のとろろご飯みたいな感じ、オクラが入ってて粘り気があります。なんせ美味しいんですけど、ご飯に対してこのおかずの量、とても質素だと思います。Obrigado. Merci beaucoup. Thank you. Hi. Hola. 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 Go ahead. Okay. This one. Huh? This one. Not the here, this one. Okay. Thank you. Here. ムサナイスガイやった。昨日夜中にめちゃくちゃスコール豪雨が来て助かったわ思った。テントでもまあ耐えれへんことはないかもしれんけど、べしゃべしゃになったな。屋根があってよかったわ思って、はい、ラッキーです。っていうかまあ雨季なので毎日あんなんが来るんかなとか思ってますけども、時間もあんまりないんでね、もう一泊していくか言われたんですけど、出発します。それじゃあ次のルートです。今いるゴーレから首都ビサウに向かって進んでいって、で国境、ここを通ってギニアに入っていこうと思ってますんで、ビサウから船に乗ってこの黄色の国道を走っていこうと思ってたんですけども、ゴーレからビサウまで80キロのこの国道でさえ全然舗装されていないということにびっくりしましたので、ビサウに行った後は道をちょっと戻りまして、このルートを走っていきます。で分岐を右に行って、ここの分岐も右に曲がって、こういう感じで国境を越えて進んでいく旅になります。終わってんな、砂ぼっこり。わあすごい道だ。ビサウまであと35キロなんですけど、道は全然こんな感じですね。首都に近いのに。ほらほらアクア、No fresh. Not fresh. Fresco. No. Fresh. No. No fresh. 冷たい水が飲みたいけど冷蔵庫なかった。やっと冷蔵庫があるガソリンスタンドを発見しました。西アフリカ超定番の袋水、これを探してました。やっと買えた冷たい水 500ml、550ml です。なんとお値段10円。冷たい、ありがたい。飲み方は袋の角を歯でちぎって、そこから吸うように飲みます。たまにね、消毒液臭い、薬品臭い袋水もあるんですけど、とにかく冷たい水、これが幸せ。うめえ、最高かよ。チェックポイントすごいな、前のトラック。はい、こんにちは、朝日です。今ここはギニアビサウの首都ビサウです。ここでですね、現地に住む方のお家で止めさせていただけるという流れになってまして、バラケさんのお家向かってます。なんか 4km ぐらいこの道をまっすぐ走ってくれって言われて、ロケーションは送信できない、多分ガラケーしか持ってない感じかなということで、うまく合流できるといいんですけど、レッツゴー。Hi, how doing? I'm good. Everything is going well. Yeah. Okay, Barake. so now how we can go? ここでも地元の方にお世話になります。バラケさんと無事に合流できましたので、お家に移動。なんか公共団地みたいな外観だったんで、アパート部屋借りてるんですかって聞いたら、
people? All your people family? here is my family. How many people live here? Here, I can say like 35 person live Big here. family. Big family. No, we have Africans. We have Yeah. big family. Yes. Yeah, to be together.すごいよね。35人家族ですよ。さすがアフリカ。この日いただいた晩ご飯はマンカーラと呼ばれる、これまたギニアビサウの国民食のような料理です。ピーナッツソースをベースにしてオクラとか唐辛子をドロドロになるまで煮込んだもの、これをライスの上にかけて食べます。美味しいんですよ。美味しいんですけど、やっぱり質素には変わりない。なんかイメージで言うと納豆1パックで米2合をかき込んでる感じです。はい、おはようございます。結局ですね、ビサウに行ったんですけど、バラケさんっていう現地の方と連絡取り合ってて、その方の家で泊まるはずだったんですよ。だけどお父さんがね、見知らぬ人を家に泊めるなっていう、そういう考えの方で、ご飯いただいてシャワー浴びてさあ寝ようかっていう、その11時ぐらいかな、家を出ることになりまして、そのままビサウを離れて郊外でキャンプして、国道をまた進んで、今ここはですね、後ろこれまた警察の検問所なんですけど、その隣のバーレストラン、はい、こんな感じの場所で、大きなソーラーパネルがこの後ろ側にあるんですよ。ここなら電気借りれるんちゃうかと思って来てみたら、電気貸していただいて、今充電してるんですけど、それプラスですね、こんな感じで食事までいただいて、なんなら着いたの昨日なんですよ。ここでキャンプさせてもらってみたいな感じで、至れり尽くせりで今に至ります。その間のビデオ全く撮ってません食べかけで申し訳ないです。ちょっと見た目も良くないけどさ、セネガル、ガンビア、ギニアビサウ、結構料理は似てるんですけどね、見た目的にも味付けはやっぱ全然地方によって違うもんで、今いるギニアビサウの味付け、ちょっとね、お酢ビネガーっぽいものが入ってる味付け、僕はなんか酢飯を彷彿とさせるんですけど、めちゃめちゃうまい。さあ、ありがとうございました。出発です。よっ、なんかめっちゃいろんな人と交流したな。お世話になった。 Thank you very much. オブリガードオブリガード。なんやこれ。それではギニアビサウの旅後半に突入です。現在いるジャンクションはこちら。ある人のブログではね、幻のショートカットって書かれてて、一人で爆笑してたんですけど、確かにね、この水色のルート実際に通ってみて分かったことですけど、車では行けません。この移動を経験した日本人でブログが見つかるのは、どの人も赤線のルートなんですよ。なので僕の動画貴重です。それじゃあこのジャンクションを右に曲がって幻のショートカットに進んでいきます。さあ、それじゃあいつも通り井戸水を汲みに行きます。オブリガード。オブリガード。Muito obrigado。チャオ。チャオ。ごめん、ちょっと疲れてるわ。テンション上がらへん。みんなを元気づけさせられるようなチャオが言えない。もうちょっと小さめの村に行って、村長さん、宣言を持った人にキャンプさせてもらえませんかみたいな感じでね、ずっと国道沿いを走ってる感じですけど、珍しくこの辺りは舗装されてる快適な走りができてます。ほら、Chief de village. Chief de village? Hein? Comment allez-vous? Bien. Merci beaucoup. Je m'appelle Asahi. Je viens de Japon. 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 Oui. Vous vendez ça? Je veux dormir avec mon tante. Tu veux dormir? Tante, so acceptable. Pour passer la nuit. Pour passer la nuit ici.
Okay. Tu veux passer la nuit ici? You speak French? Un peu. You speak English? Yes. You want to sleep in here only tomorrow? Yeah, I go to Conakry. Yes, so I'm looking for the place to camp somewhere over by the road. Yes, yes. For sleeping only tomorrow, yeah. If it's free, it's very happy for me. You are tired? Come on to relax this time. Are you sure? Yes. Is it your house? Yes, me. I have house. I have house. Okay, thank you very much. Yes, I come to Okay. Bonsoir, hola. Je m'appelle Asahi. Nice to meet you, enchanté. Asahi. Ça va? Ça va, merci. Bien, merci. Oh, merci beaucoup. Obrigado. 6月の今のギニアビサウの旬の食べ物、果汁です。意外じゃない？カシューナッツってこうやって実るんだって。こっちがカシューアップルって言って絞って砂糖を加えるとジュースになるそうです。で、こっちの下にぶら下がってる部分、ここがカシューナッツの部分ですね。よくね、道端でカシューナッツを火で炙っている光景を見ました。Okay. You have to move that one by one. One by one, no? OK セボン、おはようございます。こっちにメインロードがあって、その間、家とメインロードの間でキャンプさせてもらいました。めっちゃ寝たわ。8時ぐらいからもう爆睡ですね。今はもう朝の8時なんで、めちゃめちゃ寝た。夜ご飯もしかしたらあったんかもしれんけど、寝てたっていうのもあって声かけられてないです。準備して出発します。ありがとうございました。それじゃあモーニングルーティンみたいな感じで紹介していきます。こちらが家の裏側で皆さん和気あいあいと洗濯されてました。僕はシャワーを浴びたいので井戸水をもらいます。火が少しだけ残ってたんで井戸水を沸騰させてバケツの水シャワーを温水にするという贅沢な朝でした。移動中はあまり発電しないことが分かったんで、こういう時こそ少しでもスマホ充電をしておきます。手前の小型のやつは現地の方々のライトとかラジオでしたね。さあ温水が出来上がったのでシャワールームに向かいます。サンダルを履いていくのはもちろんですけど、脱衣所もないんでなるべく軽装で行きます。地面に開いた穴がトイレですね。脱いだ服や貴重品をトタンに引っ掛けてシャワーするんですけど、これが落ちないように細心の注意が必要です。結局荷造りとかしてたら今1時です。ランチ食ってけって言ってありがとうございます。オブリガード。チャオ。メルシーボーク。オブリガード。さあギニア国境まであと100キロの地点まで来ました。この日はここの川で泳いで、その後河原でキャンプして終了。翌日天気があまり良くなくてあんまり進めてません。クンタバニというこの町でずっと雨宿りの一日でした。フロントミール。フロントミール。カツソンドゥミール。カツソンドゥミール。オッケー。バイバイ。まだ雨止んでないけどね、クンタバニ出発です。メルシーボーク。今日も一日中さ、こういう曇りやからソーラーパネル全然発電してなくて、僕が持ってるやつね。次に行く大きめの村でバーとかレストランみたいな、なんかそういうコンセントから電力をいただける場所があったらいいんですけどね。結局バーやカフェはなかったので充電屋で3時間ほどお世話になりました。ここはねジェネレーターを使って発電してたんで、僕がキャンプ用に持ってったガソリンを全てあげました。でこのスペースでテントを張って一泊していいですかって聞くと、なんとですね、充電させてもらってたあそこの後ろにつながってるお家で
一泊させていただけるという流れになりました。いい人に今日も巡り会えております。ありがとうございます。最高かよ。じゃあまた明日。Good weather. Yes. Sunny. Bon dia. Bon dia. I'm okay. Bon dia. Merci beaucoup. Obrigado. Thank you. Bye. Bye bye. それじゃあ国境まであと30キロぐらいだと思います。さあガンデンベール着きました。国境手前の村です。わらぶき屋根の家ばっかりの集落。今までもちょこちょこ見てきたんですけど、より一層趣があります。これにてギニアビサウの旅は終わりです。世界最貧国ってことで確かに食事なんかは超質素でしたけど、出会った人たちほんまにみんなめちゃめちゃ優しかった。ただね、この動画を編集していて思ったことは、自分の心に余裕がなかったと思います。現地の人たちの優しさとかを無限にするような、そういう失礼な言動が多いなっていうのをね思ってました。反省です。そういう気持ちが多かったから動画も全然撮ってないやろうなとか思って、それだけ超過酷な場所だったっていうこともお伝えしたいし、次はもっと心に余裕を持たせた状態で訪れたい、そんな風に思えた国、それがギニアビサウでした。本当にそれぐらいね、現地の人たちが超絶優しい親切な国だったんで、最後にそれをね念押しで皆さんにお伝えして終わります。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。ここにも暮らしがあるんか。すげえな。はい、オラー。おばあちゃん上半身裸。もうさfrom Senegal. You come to border Senegal border after then Jage. San Domingo. We enter Yes. sorte. Here you are going out. 実はまだこの時ギニアのビザが正式に取れてなかったんですね。ギニアは E ビザなのでオンラインで申請して支払うんですけど、4日経ってもその承認の返信が来なかったんですよ。それで地元の人に相談したところ、ビザ代を払った領収書があるならそれでいけるんちゃうって背中を押してもらったんで、ここまで来たんですけど、めちゃめちゃ心配です。 If I refuse there, can I come back and No re-enter? problem, yeah. If you Is it if you there is no there, problem? you Okay. can come back here. You can come back. Okay, I try. You try. I No try. problem. You are a man, you know. Thank you. Obrigado.